毛穴がない人なんていません。毛穴が目立つ原因として最も多いのが毛穴の開きと黒ずみです。じゃあ何ができるのかっていうと、たるみ毛穴にはコラーゲンの生成を促すためにKを取り入れることです。皮膚のターンオーバーを促して毛穴の詰まりを起こしにくい効果もあるんですよね。あとクリニックでのリーディングを行うのもいいと思います。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ、あと湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、毛穴とは何か、毛穴が詰まる原因、毛穴のケア、間違ってしまいがちなケアについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ブラックヘッド、毛穴の黒ずみについてよくわかるようになると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。お鼻の毛穴詰まり。ブラックヘッドって長年お悩みの方が多いんですよね。いちごの種が詰まってる感じにも見えるので、いちご鼻とか言われます。メイクを落とした時に鏡でじーっと見ると、鼻とか頬の、あとここ、額の毛穴開きや黒ずみに目がいっちゃいますよね。もちろん、私もその中の一人なんです。毛穴で悩んでない人っていないですよね。しかも自分でケアすればするほど気になって仕方がなくなります。どうして毛穴の黒ずみができるのかってことが分かれば、どんなケアをすればいいかも分かってくるので、このあたりをしっかりご説明しようと思います。毛穴とは私たちの肌表面に無数に存在する小さな穴のことを指します。毛穴は皮脂腺や汗腺とつながっていて、皮脂や汗を体の外に出す役割をしていて、毛穴の中には毛根が存在して、そこから毛が生えてきます。その名の通り、毛が生える穴。だから毛穴なんです。だから毛穴にはそれなりに役割があって、毛穴がない人なんていません。私たちが目指す毛穴がない肌っていうのは、毛穴が目立たない肌っていうことになりますね。毛穴が目立つ原因としては、最も多いのが毛穴の開きと黒ずみです。毛が生えている穴と皮脂が分泌されている穴って同じところに存在するんですね。なので思春期になって皮脂の分泌が多くなってきても、毛穴の出口が詰まってなければ皮脂が外に出ていけるので問題ないんですが、角質と皮脂が混ざってしまい、溜まっていき、角栓となって毛穴の出口が詰まってしまうと、その結果、毛穴が開きやすくなります。また、出口のところが時間が経って酸化すると、毛穴が黒ずんで見えるんですね。実はこれ、ニキビの初期にも認められる症状です。皮脂の分泌が多い鼻周りが一番気になる方が多いです。なので、皮脂の分泌量が多い方は、毛穴の黒ずみを気にされる方が多いですね。特に、眉間や鼻の T ゾーンの毛穴開きを気にされる方が多いですね。あとはね、毛穴が気になりますっていう方の肌をダーモスコーピーって言って、よくほくろとかを見る機会あるんですけど、これでよーく見ると黒い産毛があって、これが短いので、肉眼で見るとまるで黒ずみのように見えてしまう方がいらっしゃいます。他にも大きめの毛穴は実はニキビ跡だったりする方もいます。40代から50代になると皮膚全体がたるんで、たるみ毛穴って言われて、毛穴もたるんで見えてきます。毛穴は表皮ではなくて真皮に存在していて、周りをコラーゲンとかエラスチンって組織に支えられています。皆さんも聞いたことがあると思うんですが、30代ぐらいからこのコラーゲンやエラスチンの量が生理的に少なくなっていきます。なので支える力が少なくなって毛穴が広がってしまうのです。わかりやすく言うと、皮膚にたるみがないときは毛穴は引き締まっていて円形なのですが、たるみが出てくると楕円形になって引き締まりがないので大きく見えてしまいます。ちなみにコラーゲンは紫外線が当たることでも少
少しずつ少なくなっていきますので、紫外線対策は毛穴の開きにとっても重要なんですね。あと、タバコを吸っている方ってシワが多くなってますよね。タバコもコラーゲンを減少させてしまいますので、タバコもやめましょう。先ほども申し上げましたが、毛穴は人にとって絶対にあるものなので、なくすことはできません。目立たなくすることはできると思いますので、諦めないでください。じゃあ何ができるのかっていうと、たるみ毛穴には、例えばコラーゲンの生成を促すために、まずはビタミン A を取り入れることです。レチノイドとかトレチノインっていうコラーゲンの生成を促す化粧品を使ったり、ダーマペンって言って細い針でたくさんの細かい穴を数百から数千個お肌に開けることによって皮膚の自己修復メカニズムを刺激して新しいコラーゲンとかエラスチンの生成を促進するんですね。これによって皮膚の弾性力と張りが向上して毛穴の開きも自然と引き締まることになります。さらにレチノイドは皮膚のターンオーバーを促して毛穴の詰まりを起こしにくい効果もあるんですよね。さらには皮脂の分泌抑制効果もあるので非常におすすめです。保険で言うとディフェリンゲルなんかも使っていただくと毛穴の詰まりを少し取り除くことができますので、ぜひ覚えておいてくださいね。あとは皮脂の分泌が盛んになると毛穴に皮脂が充満して毛穴が広がってしまいますので、鼻の毛穴開きが気になっている方は皮脂の分泌を抑えることも大切です。ビタミン C の化粧水を使うとか、あとは年を重ねると皮脂の分泌が少なくなるので自然とブラックヘッドが気にならなくなります。あとクリニックでサリチル酸のピーリングを行うのもいいと思います。ピーリングっていうのは剥がすことを指していて、薬剤を肌に塗ることで古い肌の角質を剥がし取るため、新しい綺麗な皮膚が表面に出てきます。あとはピーリングのメリットっていろいろあるんですけど、特にいいのは肌のターンオーバーが正常な状態に戻ることから、毛穴の汚れや老廃物を剥がし取るため、開いた毛穴が徐々に引き締まりますし、ピーリング作用によって皮膚に適度な刺激が加わると、皮膚組織の働きが活性化されてコラーゲンなどの生成を促すことも知られています。クリニックで行う施術は濃度が濃くて非常に有効です。その他にもハイドラジェントルって言って特殊な形状のチップでトルネードに水流で薬剤を噴射しながら余分な角質や皮脂を吸引する機械を用いたピーリングの治療があります。水の力を利用するので肌に負担がかかりにくくてウォーターピーリングとも呼ばれています。これによって毛穴がきれいになって肌の状態が改善されてツルツルっとした肌になります。毛穴の詰まりやざらつきをケアすることで毛穴の目立たない肌を目指しましょう。ホームケアとしてはスクラブの洗顔は肌表面のざらつきが気になるときにおすすめではありますが、やりすぎると肌の刺激になるので週1回か2週に1回ぐらいを強いものでは目安に使うようになさってください。ではここからは絶対にやってはいけないケアについてもお話をします。毛穴が広がったところをさらに広げてしまうような行為はやめてください。具体的に言うと、毛穴に詰まった角栓をピンセットで取ったり、指でギューッと押すとか、毛穴パックで大量に角栓を取って刺激をすることです。頑張って無理に黒ずみを取ろうとしないでほしいんです。取れた後、ツルツルとして肌触りも改善されて、やった快感はあるんですけど、皆さん毛穴詰まりを自分で取ったその後のことって考えてます？そもそも家にあるピンセットって清潔ではないんですよ。病院にあるものは、滅菌処理されていて使っています。だけど不潔なものを使用してしまうと毛穴が汚れてしまい、ニキビや炎症を作る原因となってしまいます。あと角栓を無理に取り出そうとしても結局その毛穴は開いたままになってしまって、毛穴が自然に閉じるってことはまずありえませんし、その周りに炎症を起こしてしまって
周りが黒ずんでしまって、より毛穴が目立ってしまいます。さらにはクレンジングが上手に行えていなくって、お化粧や余分な皮脂が毛穴に残ってしまった場合は、角栓を取っても開いた状態の毛穴に汚れが詰まってしまって酸化して、あっという間にまた黒ずみになります。だから、しっかり泡立てて、肌に負担をかけないように洗顔することが大切です。治療選択のポイントは、原因を特定すること。そのためには、どの部分の毛穴が気になっているかは、はっきりさせることが大切です。毛穴の開きや黒ずみを解決するためには、まず、皮脂の分泌を正常に保つことが重要です。これには適切なスキンケア、つまり洗顔と保湿が必要です。洗顔は皮脂や汚れを落とすため、1日2回を目安に、そして洗顔後は肌を柔らかく保つために、必ず保湿を行うようにしましょう。洗顔は皮脂や汚れをしっかり落として、保湿は肌を柔らかく保つために重要です。ということで、今日は毛穴とは何か、毛穴が目立つ原因、毛穴のケア、間違ってしまいがちなケアについて皆さんにお話をさせていただきました。毛穴の黒ずみでお悩みな方、自分でいろいろやってみたけど、かえって黒ずみが気になるようになったっていう方は、ぜひ今回の動画を見て、もう一回毛穴ケアについて考えてみていただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。次回は、肝斑についてお話をします。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。